はい、こんにちは。カーリガルメソッド挑戦中のみはるです。今日は小麦粉シャンプー。聞いたことありますか皆さん。オールパーパスフラワーって言うんですって。英語で。私全然知らなくて1個勉強しました。ということでご紹介していきたいと思います。私がこの小麦粉シャンプーに行き着いたのは、日本で買えるクレンジングをいろいろリサーチしてる時に偶然出てきたものになりまして、サウンドスタイルさん販売もされてるんですけど、そちらのウェブサイトに行き着いてなんじゃこらと調べ始めて、でそこから湯シャンのことも知り、もうお湯だけで頭皮を洗うっていうやり方ですよね。ただ湯シャンするにしても、この小麦粉シャンプーするにしても、泡立つシャンプーを毎日使ってきてた人がいきなりそれに変えると、そりゃ頭皮めっちゃ汚くなると思います。そういう実験されてる方とかもいらっしゃって、どんだけ頭皮が汚くなったかみたいな。そりゃそうですよ。シャンプーで生活してた頭皮にいきなりやめて湯シャンすれば、そりゃ頭皮も過剰反応を起こしてたくさん皮脂分泌してしまったりっていうのはもう確実にあることなので、切り替えるのに本当に 2,3 ヶ月最低やっぱりかかるっていうふうに聞いています。で頭皮が正常な分泌ができる状態になるまで時間がかかると。でこの辺がカーリガルメソッド始めた方でもあり得ると思っていまして、で実際に洗浄力の強いものからカーリーヘア用の洗浄力が弱いものへ切り替えるっていうことなので、今まで落ちてた汚れっていうのが落ちなくなります。そうなったことで頭皮が汚くなった、やばいって言って炎症を起こしたりとか、いろんなことは起こると思うんですけど、それも徐々に良くなってきますので、 2,3 回でどうにかなるっていうものではないっていうことだけ、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。まずは作り方の動画をご覧ください。どうぞ。すごい最初の頃に作りながら撮った動画なんで、水をちょっと先にぬくめてしまってたんですね。でそこから入れたので煮詰まるのが早くなっちゃって溶けにくかったっていうのがありましたので、もう水の状態、火かけてすぐにも粉少しずつ入れて混ぜてやればダマができる心配はありません。実はこの小麦粉シャンプーを始めて今で1ヶ月ちょい経ったのかな。これも 1,2 回使っただけでいいですよか悪いですよみたいなお話はもちろん当然ながらできないなというふうに思っていたので、最大3ヶ月ぐらいまでちょっとやってみようかなというふうには思っています。実際に1ヶ月使ってとりあえずご紹介できるなと思いましたので、今回はこの動画を作りました。この小麦粉シャンプー、なんで私が結局始めるに至ったかっていうところなんですけど、時は遡りまして、江戸時代当時の女性は、もちろん日本女性ってね、平安時代から髪の毛をすごく大事にしてきていましたんで、その中で江戸時代にされてたそのヘアケアの一つが
うどんの粉なんで、まあ小麦粉です。で、髪の毛のケアをしてたっていうことを聞きまして、でそこから小麦粉シャンプーについて調べていると、なぜそのシャンプーとして小麦粉が使えるのかっていうところですよね。でそれがグルテン、そのグルテンが、余分な油を吸着する作用があるということで、火にかけてとろみの出た状態の小麦粉を頭皮に揉み込んであげることで、汚れとか余分な皮脂を吸収してで流してあげることで汚れが取れますっていうのが小麦粉シャンプーの力になります。それだったら悪くないなと。でこの小麦粉シャンプー、注意点としては、まず一つは小麦粉なんでグルテンアレルギーの人はごめんなさい、使わないでください。でアレルギーないっていう人もこういった手作り物は必ず腕の内側っていうんですかね、こういうところでパッチテストちょっとつけてみて、でしばらく置いて、で拭き取って赤みが出てないかとかって言いながら、私全然してないですけど、ご紹介する以上やっぱりお話ししておかないといけないなと思っているので、パッチテストね、やるようにしてください。でもう一つがオイル使ってたりとかシリコンの入ったヘアケア用品を使ってる方、この小麦粉シャンプーでは足りないです。余分な油が落ちるって言っても皮脂とかそういうレベルの問題なので、ヘアオイルとかもちゃんと取れるんかっていう風には決して思わないでください。その2点だけ注意していただければという風に思っています。で、動画でご紹介した作り方の分量は1回分なんで、毎回、頭洗う前に作ってるんですけど、もう5分もあればできますかね。で、ちょっと手で触れるぐらいのあったかい状態で使ってます。なので、何ですか、ちょっとあったかいクリームで頭皮マッサージするので、結構それも気持ちよくて楽しんで使わせてもらっています。で、あと今はラベンダーのエッセンシャルオイルを1滴追加して、1滴入れるだけでもすごい香り広がるので、で、エッセンシャルオイル入れる時に熱々の状態で入れると、どうしても蒸発しやすくなっちゃうので、人肌ぐらいまで冷めた時に1滴入れて混ぜて容器に移して使うようにしていますので、ラベンダーでなくても何かお好みのエッセンシャルオイルがあればリラックス効果が生まれるのかなっていうふうにも思っています。で、最後は必ずきちっと流すようにだけ、注意してください。じゃあ最後に小麦粉シャンプーの使い方とか湯シャンのやり方っていうのを調べてる中で、必ず事前にブラッシングをするっていうのがルールとして出てるんです。ブラシを使って汚れを落とすのがポイントだみたいなことに言われてるんですけど、ブラッシングダメなんで、いやどうしたもんかなって思ってたんですけど、私がいろんな意味で、実験台として今チャレンジさせてもらっているので、ブラッシングはなしでやってます。それでも今のところ何にも問題はないので、ブラッシングせんでもいけるんちゃうかなっていうのが率直な意見です。以上ですね。小麦粉シャンプー、ぜひ興味のある方はチャレンジしていただければなと思います。それでは、また3ヶ月後レポートをさせてもらいます。またねー。